松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれますか？今日はですね、一般にスパニッシュモスと言われているやつですね。別名が薄根オイです。これなんですけど、皆さん持っておられる方も多いと思うんですけど、からしたっていう方も結構多いと思うんですよね。ですから新しいくっつけ方、結び方とかを紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これがスパニッシュモスと言われているやつなんですけれども、普通はこういう感じで流通してるんですよね。これでもうただぶら下げるだけ。うちでもですね、こういう形で最初はアルミ線で結んでから、商品としてやってたんですけど、こういう形で簡単にですね。で、一番の傷みやすい原因はこの結び目なんですよね。結び目から蒸れて腐る場合が多いんで、ここでできるだけ通気性がいいようにした方がいいなとずっと思っていたんですけれども、で私はアルミ線で、ちょっと平たくして結んだという形でちょっと工夫はしていたんですけど、近頃ですね、新しい材料が手に入りまして、こういうやつですね。これは何だろうかと思っていたんですけど、スパニッシュモス用の引っ掛ける道具みたいですね。多分これはですね、外国から輸入されたものだと思うんですよ。はっきりどこからとは分からないんですけど、多分タイあたりから輸入されたんじゃないかと思うんですよね。でこれが手に入りましたんで、これにスパニッシュモスをつけてみようかなと思っております。スパニッシュモス専用の材料資材だということだったんですけれども、こういった一括で結ぶんじゃなくて、こういうやつに引っ掛けるという形ですね。それをちょっと実践してやってみようかなと思っております。大体花屋さんにはこういう状態でぶら下げてあると思うんですけど、市場自体でもこういう形で流通しているんですけど、まず結んであるのをほぐしてから、これはですね、皆さんもこういう形で店に並んでいる場合は、持ち帰って長さがある場合は長さを生かしながらやりたいと思いますんで、これも切れていないんで、長い状態でこんな感じですよね。こういう形ですね。でこれをですねほぐしていきます。で1本でつながっているやつは1本で切ることなくこれにぶら下げていこうと思っておりますんで、こういう形で切れていないかどうかを確かめながらですね。でこれをこれに引っ掛けていきます。これで引っ掛けていきますね。こういう感じで結構きれいに引っかかるんですよね。であとはこれを分解してですね、1本ずつきれいに整理していきます。結構こうやってつながってるんですね。こうやってつながっていますんで、これをまたこちら側にくっつけていきます。くっつけているというか、これに挟み込んでいるような形ですね。この間にギザギザの間にですね。長く使いたいんで、これもスパニッシュモスのエアプランツと言われているけど、やはり水はやった方がいいんですよね。乾いたらあげるのが原則です。うちは外に店があるんで、風通しがいいんで、もうほとんど晴れた日はもう2、3日に1回
はもうやってますね。乾いたらあげる。もう日照りの日はもうほとんど毎日やってるような形です。これどこで乾いたらって分かるんですか？なかなか難しいところなんですね。はい、そうですね。まあ見た目じゃなかなかわからないんで、ちょっとシワが寄ったりもしたりするんですよね。皆さん乾いたのが分からずにこうもうエアプランツということで水やらなくていいわと思っている方がおられるみたいで、全然1ヶ月に1回も水やらないという方もおられたみたいで、2ヶ月水やらないとドライフラワーになりますからね、気をつけなくちゃいけないんですけどね。ミイラになったの見たことあります、これをバランスよくこう分散して。で家の中に入れっぱしの時はそうですね、乾燥もなかなかわからないと思うんですよね。で今からはですね、室内よりはできれば外のですねこう風通しがいいようなところに置くのが一番ベストなんですからね。これで出来上がりなんですけど、こんな感じですね。まんべんなくこう広がって、くれたという形ですね。もともとはこんな状態なんですよ。それがですね、この機械道具によってある程度結び目が分散されたというような形ですよね。こういう形の仕上がりになります。小松田さん、根っこはないんでしょう？根っこはないんですよね。はい、南米あたりの雲霧林とかそう霧が多いようなところで育ってるみたいですね。はい、ですからこうまあ、そこだったらこう霧で育ってるというような形なんでしょうけど、日本の部屋の中で言ったらもう乾燥がちょっと激しいんで、ですから結構こまめに水はやった方がいいということですね。4、5日に1回スプレーでもいいですし、スプレーじゃなかなかこう染みない場合があるんで、バケツにジャブンとつけてこう水分を振るってからまたかけてやるというのが一番いいかなと思いますね。うちは店にこうぶら下げているんで、頭から水をジャージャーやってるというような形ですけど、結構風通しがいいんでほとんど毎日乾いているというような形になっていますね。特に雨の降る日はやらないようにはしていますけど、雨とか曇りの日はですね、晴れた日はもうやるようにしています。松田さん、これどこが成長するんですか？これ下からどんどん伸びていきますね。これ下にこう、そうですね。で脇芽もこういう形で出てくるんですよ。すだれ状になるんだ。そうですね。下これずっと育成しておくとこうボリュームが出てくる。そうです。下までこうどんどん伸びていきますね。今年の神戸ラン展、関西ラン展の時はものすごい大きい株が出てましたね。もう何年もかかったよということを言っておられます。1メーター50ぐらいあったですね。大株になってましたね。小松田さん、これの魅力って何ですか？まあ観葉植物というような感じですよね。室内インテリアとしてのやつと、ある程度こう成長してくれるというのが見れるというのですね。室内インテリアとして今人気があるみたいですけどね。ちょっと今夏暑いですけど、風でイライラしてると風鈴みたいで、そうですよね。いいかもしれないですね。こんな感じの作りですね。これをですね、絞った時に
つける部分が蒸れるっていうのが一番の枯れる原因になると思います。それと水切れですね、水切れによってもう本当にドライフラワーになるっていう感じが多いかなと思いますね。ほとんど皆さんドライフラワーになってる方が多いんじゃないかと思うんで、結構水は多めに乾いたらっていうところでやってほしいけど、乾いたのが分からなければですね、そうですね、置く場所によって乾きが違うんですけどね、これは重さでも分からないし、見た目っていうかちょっとシワが寄った感じにもなりますし、そこにはちょっと慣れてもらうしかないかなと思うんですけどね。これバケツジャムがやっぱりいいですか？霧吹きみたいなやつで。霧吹きでも大丈夫ですよ。結構でも多めにやった方がいいと思います。バケツジャムとか、うちはもう頭からジャブジャブやっているっていうような状態。それでも水道っていうか水地場で水をやって水を切ってからぶら下げてやるか、外にかけて、水をあげるかっていう形でもいいかなと思います。結構水は多めにあげた方がいいかなと思います。でも太らせるには薄い液肥をハイポネックスでもいいから2000倍ぐらいやると大きくなりますよということですんで、スパニッシュモス今結構流行っておりまして、うちの軽トラ市月1回の川南町の軽トラ市でも結構ぶら下げてると言っていかれる方が多いですよね。若い方が結構多いですよ。中には本当に変からしたという方がもう何人かおられたんですけど、水やり不足が原因かなと思っております。冬は基本的に家の中で霜に当てない方がいいと言われてますので、夏場になるんで成長期になるから、少しずつ大きくなっていくかなと思います。そういうところで皆さん持っておられる方も多いと思うんですけど、ここの蒸れですね、縛るところの蒸れに気をつけてもらいたいと思います。スパニッシュモス、別名薄根オイですが本命かな。そういうところです。いろんなお店で売っていると思うんで、小さいから大きく育てるのも一つだし、こういった大きいやつを最初から育てるのも一つかなと思いますんで、皆さん夏場の量を求めながら育ててみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。